これみたいなのを再現できないかってイコライザー使ってやってみたんですよ。無理なんですよ。おお。はい、どうも始まりました。イエーイ。本日スペシャルゲスト福田ひろみさん。サスペンションスベーシスト福田ひろみです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ついに来ましたね。いや、もう嬉しい。俺がついにこの画角に来ちゃったってわけ。でムーさん、今回ね、新製品できました。ババンバババババン。ファンター。はい、つながりました。これがね、どういうエフェクターかというと、一言で言うとワンバンドイコライザー、ダウとかやってる方だとね、画面でこう EQ を操作する、あれが結構イメージ近いかなと思うんですけれども、ムーさん、これなんでこれが必要っていうふうにこう、いや、やっぱり、ベースにおいて、バンドでアンサンブルのことを考えた時に、いらないミドルがあるんですよ。でそのいらないミドルが、一般的なプリアンプで、削れる場合もあるんですけど、そうじゃない狙った場所だけ削るっていうことがやっぱできない。でそういうエフェクターじゃあ世にあるかって探したらないんですよ。意外とっていうので、偶然サタニックの日にね、そうですよね。僕がメンテナンスね、スイッチャーのお伺いして、で楽屋で喋ってたんですよね。そう喋ってたら、そういうお悩みを聞いて、ちょっとなんかやってみましょうかっていう話でね、鷲山が発案なんですよね。だからね、これね、ハンターってワシのマークなんですよ。これワシなんですよ。これ世のベーシスト結構悩んでる人多いと思うんですよね。だし、意外とそもそも気づいてない場合も多い気がしてて、いらないミドルが出てること。これ一回ちょっとどんな感じでムーさんセッティングしてもらって、これ説明後の後ちゃんとしますね。マスターちょい上げのカットの方向にして、だいたいここら辺、イメージとしては400から800らへん、Q 幅もこれぐらい。これで一回じゃあオフで弾くと、オフで弾くと、こういう音、これをつけると、そう、なんかちょっとバキッとして、そうですね、不要なっていう言い方がいいかわかんないですけれども、バンドのアンサンブルやるにおいて他の楽器と被りやすいミッドが、そうだからギターと特に被る部分が多く出てるんで、そこをギターに譲りたいんですよ。っていうので、それがピンポイントで狙い撃ちできるっていう。そうなんですよね。ベースが出過ぎちゃってて、いろんな要素が、でギターと被ってお互いマスキングし合っちゃうみたいな。だからもうちょっとないの考えられなくて今。マジですか。じゃあつまみの説明をさせていただきます。まず左上がマスターですね。全体の音量になっていて、12時がオンオフでね、同じぐらいの音量になってまして、ここからブーストすることもできればカットすることもできるマスターです。右上がカットブースト。これはこの後説明するどの周波数をどの幅でっていうのをこの後決めるんですけども、それをカットするのかブーストするのかっていうのを決めれて、これも12時方向だとフラットになってます。フリケンシーはですね、ここに小さく周波数も書いてるんですけれども、200Hz から 2kHz までどこをカットするのかブーストするのかっていう周波数を選びます。最後のこの Q ですね、選んだ周波数を中心に広めにブーストカットするのか、狭めにこうブーストカットするのかっていうところを狭めから広めまで選べる。こういうことですね。っていう感じです。ギタリストの方含め、これ音作りする時ってどの周波数を操作しようかなってみんな肌感覚ないと思うんですよ。なので一旦ブーストして、Q は12時ぐらいにしておいて、フリケンシーでここの周波数いじりたいわっていうところを探してみるっていうのも結構いいかなと思ってます。っていう感じで探せますね。で、例えばこの辺がいらないな、この辺ちょっといらないわっていうところを見つけたら、そこをカットしにかかればいいんですね。今マ
マスターを最後に少し上げたんですけども、カットするとやっぱりね全体の音量っていうのは少し下がるので、あれなんかちょっと音かっこよくなくなったかなと思うのは、それは音量が下がってるからそう聞こえるので、その分マスターを少し上げてあげれば完璧ですね。完璧です、はい、でこの Q はね、これある程度こう分かってくると、あ、こんくらいの帯域の幅がいいなっていうのをここもね感覚で分かるようになってくるので、割とすぐ慣れるかなという感じですね。はい、そしてムーさんボードをお持ちいただきました。すごい簡易的なやつですけど。簡易的。この動画用にもしかして。動画用に、ありがとうございます。今日の朝仕込んで。4万プリでもみんな知ってるでしょ。俺のことを昔からね知ってくれてる方知ってると思うんですけど、ネイチャーサウンドの僕のシグネチャーエフェクター。プリアンプ兼ブースター兼バッファー的なやつですね。でダークグラスの B7K、もう俺といえばみたいなエフェクターですね。でその後にハンターが後にあるんだ。なるほど。後に来ます。で最後 DI ですね。DI 兼プリアンプ的な感じになっております。で今日は LINE でそのままお届けしております。そうですね。で今ハンターがオフになってて、まあこういう、もうちょっと椅子に出てもいいかな。まあこういうサウンドです。よく聞くダークグラスのサウンドですよね。でこれにハンターが今またカットでかかってて、Q はちょっと狭めの状態で振り検視も、さっきムーさんがおっしゃってた、じゃあこれをオンに。これをこれめっちゃいいっす。思った感想としては、ベースのこの出したいところ、聴かせたいところ、好きなところはしっかりこうブーストして前に出てるのに、他のメンバーとやっぱり被りそうなところはいなくなってる。そうなんですよ。なんか二度おいしい的な。そうですね。だからちゃんとアンサンブル内でも聞こえてくるし、ベースの音がね。ベースの音がその譲ってる分じゃないところが際立つ、相対的にね。し、これやってることとしてはただのねワンバンドイコライザーのカットじゃないですか。だけど他にいろいろあるじゃないですか、イコライザーで。それこそ最近のマルチエフェクターだと、僕アナグラムってダークグラスのあれでなんかこれみたいなのを再現できないかってイコライザー使ってやってみたんですよ。無理なんですよ。やっぱこれちょっと変わってる部分というか、もう相当これに特化して設計しましたからね。ですよね。そうだからカットしたこの谷の部分の谷の部分のここですよね。わかる。この落ち始めがちょっと森ってなるんですよね。だからローとよくわかりましたね。いやこれはね、いやそうなんですよ。ハイもなんかちょっとキラッと出てくるようになるじゃないですか。本当にパライコって別におっしゃる通りいろんなデジタル機器とかにもあるし、なんかわざわざこの1個のエフェクターにする意味普通だとないと思うんですよね。でもやっぱりこのバンドマンがそういう悩み持ってる、でそれを解決するっていう時にこれを僕がねライムトモリオとしてこう皆さんのところに届けるんだったら、なんかそのデジタル機器とかだったら絶対できないようなサウンドにしたいと思って、いやもうまさにやった僕は今このセットだと、まあこうカットする方向に使ってますけど、もちろんブーストする方向にも使えて、サウンズアンプみんな大好き、サウンズアンプを持ってきてて、まあこれといえばもうザ・ドンシャリエフェクターじゃないですか、やっぱりね、ミドルがごそっといなくなるっていうので、まあそのある種抜けなくなるよっていう問題があると思うんです。これこれとハンターを組み合わせて、ハンターのミドルをブーストするっていう方向にすると、サンズのいなくなっちゃったミドルを取り戻せる。それやってみます。そうだからよりねサンズアンプも使いやすくなると思うんですよね。じゃあサンズアンプオンにしますね。これオンにするとどうなんでしたっけ？オンにするともうドンシャリになります。ドンシャリになる。はい、オン。ミドルがちょっといなくなってますね。相対的になんかローとハイが結構聞こえてくるみたいな。でまあすごいロックっぽいですよね。安心感はある。安心感、よう知ってる音っていうか、まあやっぱちょっと
バンドで使うにはミドルがなくなりすぎるというか、でミドルもないですし、こいつに、マーク2だとねあるんですけど、この方だとないんで、それを補うためにいろんな人をこうイコライザーをこう下げて相対的にそうするとミドルが出てくる。良さをカットするとなんか良くない方向に行くんですよね。そうなんですね、この使い方僕はあんま好きじゃないんですよ、サンズアンプ。できればこのドンシャリの感じを維持しながらも、なくなっちゃった部分をちょっと足したいっていう。じゃあこれがそうでこれなんです。じゃあムーさん弾いておられたら僕じゃあオンにしますね。ちなみに今どうなってるかというと、こうブーストの状態で、フリーケンシはやっぱさっきと同じらへんかな、ちょっとセンターよりちょい左ぐらい、で Q は少し広め、やや広めにブーストしてます。で音量が上がるのでマスターは若干カットされてますね、音量調整で。はい、じゃあ一旦いきましょうか。なしから。お、めっちゃいい。めっちゃいいじゃないですか。これいい。ねえ、めっちゃいい。汎用性上がりますよこれ、サンズの。こういう使い方もいいですよね。これ接続順がね、このサンズアンプの後にあるので、こういう接続順にした時はこのサンズアンプでできた音をどういじるかっていう順番になってきますんで、要はねこのサンズアンプのここにそういう Q とかミドルがついてるようなイメージの音作りになりますね。これ逆だとまたちょっと変わってきますもんね。逆だとその楽器がそういう音でやってくるみたいな受け方になるんで、いやーいい音。いやいいですよね。だからサンズもねずいぶん長いこと使ってなかったですけど、これね、僕的にもこれ結構皆さんにお勧めできるなって本当に思うポイントとして、やっぱカットもブーストも両方かっこいい音作れるっていう。そうなんですよ。割と何のエフェクターにでも使えますもんね、フィルターとか、ボワーッといろんな周波数出るじゃないですか。その中でいらない部分だけ削るみたいな風に使うのもできるし、自分好みの音にできるっていうか、そのエフェクターをさらにね、そうですね。いやーいいな。これありそうでねなかったんよみんな。じゃあ続きましてはギターでやった場合どうなるか、させていただきたいなと思います。いや楽しみ。今日ね用意したのがボスのオーバードライブ、OD3。そう、これを味付けするっていうのを皆さんにお伝えしてみようかなと思うんですけども、前側に置いてね。OD3 普通にこの安定のオーバードライブサウンドですけども、もうちょっと自分らしくしたいっていう時に美味しいミッド、さっきのだからミッド上げたのと結構似てるんですけども、ブーストはね結構今大きめに上げて Q はね少し広めに取っています。でギターの美味しい中域ってやっぱベースよりもちょっと高いところにありまして、ここら辺をプッシュした上でさらにマスターもちょっと突っ込んでいくんですけども、なるほど、ブーストしまくりだ。そういきますよ。中域がすごくすごい抜けてきそうですね。そうなんですよ。やっぱりギターってベースよりもさらにミドルにこう寄ってるやつなので、そのミドルを自分でこう扱えちゃう。そういうことですね。これライブでやってかっこいい音何使ってんだろうって前見に行って OD3 だったらあいつすげえOD3 で何これってなるような、なんかそういうのもできるってことですね。せっかくなんでちょっと今西さんに質問というか、あらそのコーナーがそうなかなかね、今西さんのこれチャンネルだけど、やっぱこれを作るにあたって、結構いろいろ苦労したと思うんですよ。
ね、そうですよね。このハンターで、なんか一番今西さん的にこここだわったなみたいなポイントってあったりするんですか？それはある。ちなみにやっぱね、音質。つなぎた時のバイパス音含めですよ。つないだ時の音が、これはいいぞってもうまず12時の状態でならないとダメだと思ってね。いやでも確かにこれつないで、僕結構やっぱバイパス音気にするベーシストなんですけど、結構うるさいんですけど、これつないでやっぱオンオフで全く変化が感じなかったので、そこはやっぱ素晴らしいなと思いましたね。じゃあちょっともう一個質問なんですけど、これ要はワンバンド EQ じゃないですか。これその既存の EQ のペダルとなんかこう明確な差みたいなのって明確な差じゃないかもしれないけども、僕が差別化というかちゃんと意識したところは使いやすさ、操作性、パッと分かりやすさ。いやそうですね。パライコって結構何バンドもあったりするとなんか面倒くさくなってくるんですよ、触るのが。わかるなんかね、俺にどうしてくれって言うんだみたいなちょっとなんか思っちゃうんですよね。でもなんかエフェクターを触る時ってみんなもっとワクワクして触ってほしいわけですよ、やっぱ作り手としては。なので、マスターってもう全体の音量でしょ、でそれ以外のここってシンプルなんですよね。慣れてくるとすごく使いやすくて、どっちかっていうとこうポジティブな気持ちでこう操作していけるような操作性だったりだとか、ノブのこの配置だとか、そういうのも全体含めて。なるほどなるほど。はい、では、ベースに戻ってまいりました。じゃあ最後にムーさんに何か弾いていただいて終わろうかなと思うんですけど、特にこれリアピックアップにした時とか、いらん部分たくさん出るんですよ。で、オンにするとなんかこうシャープになるっていうか、なるわ、輪郭がはっきりするっていう感じあるっすよね。じゃあこれでいってみましょうか。いってみますか。締めの演奏はお願いします。これ役に立てるの本当嬉しいです。ありがとうございます。いやこれはちょっと効きますね。全ベーシストを触ってみてほしい。本当にできれば楽器屋さんで試す時も、自分のボードとか持っていくと多分いいですよね。このハンターライムトーンオーディオのウェブストアでも販売してますし、全国の楽器屋さんでもお買い求めいただけます。そしてムーさんのねチャンネルの動画でも、俺上げていただいているということで、上げます。そちらもさらにベーシスト特化の内容になっている。そうですね。もっと具体的ないろんな活用術というか、いろんなパターン、ぜひそちらもこの後見に行っていただければと思います。今回の動画良かったっていう方はぜひね高評価、そして配布とかコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。スペシャルゲスト福田博さんでした。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当に。それじゃあ皆さんまたの動画で。